ルで穴をある程度掘りました。細かい部分はのみで、きれいにしていきたいと思います。補助穴の加工が終わりました。はい、続いては、3本の柵の部分ですね、帯の部分を、加工していきたいと思います。目木の方ですね、補助穴がほぼほぼ隅通りに加工できてますので、ノコギリ1枚分くらいですね、大きめに目木と調整しながらやっていきたいと思います。左から順番に1、2、3、1番、2番で3番が入ってくるってことですね。まずはこの縦の長いラインからですね、引いていきたいと思います。墨線よりも若干外側に引いたような感じですね。続いては、短い方の線ですね。こちら。はい、胴付き線を横引きのノコギリで切っていきます。これも線より若干大きめに切っていきます。補助が出てきましたね。で、これで、まだ今のうちは大きくて入りません。これをのみで調整していって、入るように、徐々に、調整していきたいと思います。頭のですね、を少し削って、ちょうどいい具合な感じでちょっと締め具合になりました。ちょっと手でね、素手で外そうとしてもなかなか外れないぐらいの締め具合ですね。あとはですね、この胴付きの部分を、整えるとしっかりとグッと奥まではまるんじゃないかと思います。このボコッとしている部分をまず取っていきたいと思います。この時にですね、まっすぐな、材料を墨線に当ててあげて、それをガイドに、刻んでいく。動かないようにします。そうするとまっすぐにですね、
胴付きの方もなってきますので、この真ん中の部分ですね、ここが残っていることがわかると思います。でここを、最後きれいにして、でネギの方にはめてみたいと思います。こんな感じできれいにしていきます。で、こっち側もやっていきます。はい、それでは今掘ったですね、ほぞをネギのほぞ穴に最後差し込んでみたいと思います。こちらを。はい、このような形。縦ですね。3本の柵の荻の加工が終わりました。こういった手加工による保存加工であると、ちょっとね、ねじれてたりする場合ね、ちょっとどこがいけないのかなと見ながら、微調整して、それで、直せるところはいいところなんじゃないかなと思います。次は、上下の枠と左右の枠を、組んでいきます。で、その時の、組み継ぎは、あり型の、合書き継ぎというやり方で組んでいきます。今回あり型の、長さが2センチ、枠の材の幅、実寸で線を入れます。コバの部分はですね、あり型の部分を8ミリ、土台の部分を5ミリですけども、にしたいと思うので、だいたい3分の2ぐらいのところまで、墨を入れます。はい、続いてですね、あり型のあり首の幅ですね。これを今回35ミリに、設定したいと思いますので、そこに印を打ちます。それでその印から、これがあり型の定規なんですけれども、あり型の定規を使って、これ後で消せるので鉛筆線でですね、線を引きます。それとあとここですね、あり型の長さなんですけど、2センチで今回設定してますので、墨を引きます。ここはですね、まだちょっとあり型の部分を微調整していきたいので、鉛筆で引いていきたいと思います。こんな形ですね。でこちらも2センチで引いていきます。まだ鉛筆で引いていきます。で次にですね、ここ毛引きで上から8ミリ、これ引いていきます。このように引いていきます。で一応目木の方はこれで墨付けが OK です。で次に荻の方の、墨付けをしていきます。はい、荻の方ですね。でこちらはまず、あり首の部分、ここは35ミリなので35で印を打って、それであり定規で斜めに線を入れます。そして小口にありの終点から下まで垂直に径を引きます。そして、上から
8ミリの先ほどの、設定したままで8ミリでですね、毛書きで引いていくという形ですね。で、こちらのコバの方も8ミリで引いていくという、こういう形になります。はい、アリ組のですね、ありがた、型合鍵継ぎの、墨が書き終わりました。斜線の部分が書き取る部分ですね。斜線の部分が書き取る部分です。それで、こちらもですね、斜線の部分が書き取る部分ですね。で、まずですね、こちらの帯の方から加工をしていきたいと思います。はい、まずはアリの斜めのライン、ここを切っていきたいと思います。その次に胴付きの部分ですね、アリ首のところまで、胴付きを切っていきます。はい、続いてアリ型の合鍵の部分を縦引きのノコギリで切っていきます。ここはですね、のみで加工して墨通り落としていきます。はい、ありがたの帯の方がですね、折り終わりました。で、こちらが基準線で、基準線をコバに合わせて、置きまして、はめ合いを見ていくと、ほぼ墨線通りで、加工して大丈夫そうなので、これで加工していきます。まずは、基準となるこちらの墨なんですが、ここもやっぱり若干内側ですね、内目を狙っていきます。で、のみで最後調整していくような感じにしたいと思います。で、こちら側を越えないように、今度こちらですね。このアリの確認が終わってほぼほぼ墨線で OK ということなんで、ここ今鉛筆線なんですが、切り込みを入れます。切り込みはこれですね、アリ定規を使って、こちらのラインはスコヤを使って入れていきます。はい、でこれでのみを入れます。で切り
り込みが入っているので、のみがスッとこう入るとポロポロっと取れていきます。こんな感じですね。奥の方になるともうノコギリの刃入ってないんで、少しずつ削っていくような感じですね。こっちの基準線に関してはもうぴったりで切って初めに決めちゃいます。ここまでいったら、実際に材料を当ててみて確認していきます。もうちょっと削っても大丈夫ですね。このくらいでもう一回入れていきます。もうちょっとですね。ここで一気にやらないようにちょっとずつですね、見ながら。いい具合ですね。はい、このくらいがいいですね。はい。深さもちょうどいいぐらいでした。はい。若干ちょっとここ隙間が空いてますが、だいたいこのくらいでいいと思います。はい、これで、四方胴付きの細組と、有り組の合鍵付き、これが全て加工が終わりました。でこれで今、組み立てができるような状態になりましたので、早速組み立てていきたいと思います。まずですね、四方胴付きの方ですね、こちらの方に組んでいきたいと思います。それから、今度は有り組ですね。有り組の方はこちらに。組み終わりました。あとはですね、この後、全体的に、ヤスリをかけて、それで、ボンドで、
接合していこうと思います。その後、そうですね、オイルで塗装もしたいと思います。で、今回はですね、組継ぎの加工の様子を中心に、動画を作成したいと思います。それでこの後のね塗装とか、ヤスリがけっていうのは割愛したいと思いますので、最後ですね、その塗装後の、感じを、ご紹介してお別れしたいと思います。それでは、ちょっとね長い動画になったと思うんですが、見ていただきありがとうございました。またねこういった、手加工のですね、魅力みたいなことをですね、上げていけたらと思っていますので、もしよかったらまた、見てください。それではありがとうございました。